こんにちは、こなくんです。今回のチュートリアルでは、スカートをより操作しやすいリッキング方法をご紹介します。まずはこちらのアニメーションをご覧ください。このキックに迫力を出すため、スカートもこのように足をツイツイして力いっぱいのモーションを作る必要があります。そこで最初に思いつくのは物理シミュレーションをつけることだと思いますが、実はそうでもない。この成果を出すためにはもうちょっとの工夫が必要です。そして今回のチュートリアルを見ればその工夫の制作方法を学ぶことができます。このスカートのリックは3つのパーツを重ねた結果です。1つ目は足とスカートを連動するパーツ。これでスカートの形や基礎のモーションを整える。2つ目は物理シミュレーションのパーツ。これで自然さをモーションに重ねる。3つ目は FK あるいはスパイ内系のパーツ。これで全体のボンチェンを微調整する。3つのパーツを合わせばこのようなモーションができます。2つ目と3つ目の制作方法は前の動画で紹介しましたから、もし興味があればぜひそちらの動画をご覧ください。今回の動画ではこの足とスカートを連動するリックの制作方法を学ぶことに集中します。物理本だけじゃ足りない原因を伝えるため、こちらに別バージョンのリックを用意しました。連動する機構を抜いて物理シミュレーションだけが作動している状態でアニメーションを再生する。見てた通り衝突判定の部分がガバガバになっております。原因の一つはスタート時のポーズの足とスカートが大きくずれているから、足とスカートがすでに通過している状態で始まっているから、正しい演算結果は出せませんでした。もし T ポーズでモーションをスタートする場合でも、スカートポンの密度が低いため、足は2つのポンチェーンの間に筒抜けることが発生しやすいです。この問題を修正するには、物理シミュレーションに頼らず、スカートのポンを1つずつ太ももに沿って正しいアングルへ回転することになります。でも1つずつのポンを尽力で設定することは結構大変な作業です。丁寧に設定しないとスカートの輪郭がガサガサになりますし、フレームごとに設置することも大変時間がかかりますから。だからこの作業を自動化にして作業を楽にすることが今回のチュートリアルの中心です。これからはそのリックの制作方法をご紹介しに行きたいと思います。ではチュートリアルを始めます。今回も同じく私からファイルを用意しました。まずはブースあるいはガムロードでダウンロードしていきますね。ダウンロードリンクは概要欄に貼っています。ファイルを開きます。そしてキャラクターはメキシモに無料配布しているものを使います。まずはメキシモを検索して、もし Adobe のアカウントを持っているなら、そのままログインとします。アカウントが持っていない場合は、こちらで新規登録する。ログインした後に MMA キックを検索して、この MMA キックを選択します。キャラクターはこのエクスポートを使用します。そしてファイルをダウンロードします。ブレンダーに戻り、キャラクターモデルをインポートします。アメチュアを選択し、静止ポーズのボタンで T ポーズに戻ります。スカートのボンを選択し、ポーズモードに入り、このスカートの親ボンを選択します。コンストレントのシャウトオフを追加して、ターゲットにアメチュア、ボンにヒップを選択して、最後はセットインバースを押します。こうすれば、このスカート全体がキャラクターのリックにペアリングすることができます。次はスカートリックを選択して、スラッシュキーで独立表示します。平面メッシュを追加し、編集モードに入ります。
M アットセンターで頂点を一つにします。スナップ機能をオンにして、G キーで頂点をポンのビタに移動します。E で一周回ります。F で線をつなげていきます。同じやり方で上一層のポンも回していきます。上と下の頂点をつなげます。A で全選択、F で面を追加し、上と下の面を削除します。オブジェクトモードに戻る。メッシュの名前をトラックターゲットと名付けます。スラッシュキーで戻る。アマチュアを選択してポーズモードに入って、太もものポンズを選択して、コントロール I で選択を反転します。シフトでどれかのポンを選択して、ポンプロパティのメニューに移動し、オルトを押しながら、ディフォームをクリックします。オブジェクトモードに戻る。トラックターゲットを選択し、シフトを押しながらアマチュアを選択します。コントロール P を押し、With Automatic Weight でスキニングします。ポーズモードに入り、オルトを押しながらディフォームをオンにします。こうすれば、このメッシュは太ももと同じ動きができるようになりました。次に、スカートのポンをこのメッシュを追跡する仕組みを作ります。トラックターゲットを選択し、編集モードに入り、8つの頂点グループを追加します。A から H と名付けます。ボンの位置を参照して、下の頂点を対応するグループに 1.0 のウェイトを割り当てる。オブジェクトモードに戻ります。スカートリッグを選択し、編集モードに入ります。最初のボンだけを選択して、Shift D で複製します。M キーでレア4へ移動します。バッチュリレイムを使って、それぞれの名前の中の FK をトラックに変更します。ついでにこの .006 も削除します。ローカルとインディビジュアルオリジンを選択して S キーでボンをちょっとだけ縮めます。トラック A のボンを選択し、ポーズモードに入り、Damped Track のコンストレンを追加します。ターゲットは Track ターゲを選択します。Edit Preference Add-on で Copy Attribute メニューを検索し、それをオンにします。ウィンドウを閉じる。ポンを全選択して、コントロール C で Copy ポンコンストレンを選択します。頂点グループにそれぞれに対応するグループを選択します。オブジェクトモードに戻ります。このメッシュの頂点を移動すると、ポンが追跡するようになりました。次のステップは、スカートの元にある FK ポンをこのトラックポンと連動することです。スカートリッグの編集モードに入って、トラックポンを複製し、M キーでレア図に移動します。バッチュリレイムでトラックをペアレンドに変更し、.001 も削除します。ポーズモードに入り、コントロール Alt C でボンに乗せたコンストレントを全削除します。ペアレンド A のボンに Copy Rotation コンストレントを追加します。ターゲットにスカートリッグ、ミックスに Before Original、ターゲットとオーナーをローカルスペースに設定します。全ペアレンドボンを選択します。コントロール C で Copy ボンコンストレントを選択します。ボンの一覧にそれぞれに対応するトラックボンを選択します。レイヤー3に移動し、編集モードに入ります。すべてのボンチェーンの親をそれぞれに対応したペアレンドボンに設定します。アニメーションを再生します。これでスカートリグの最初のパーツが完成しました。スカートは足の動きを自動的に追跡します。パート1は完成しました。次はパート2へ移行します。パート2は物理シミュレーション本を上に載せることです。物理シミュレーション本の作り方は前の動画で紹介しましたから
時間を節約するために私はこのスカート用の物理本を作ってあげていました。キャラクターを静止ポジションにする。そしてこのフィジックスキャルキュレーションのコレクションを開きます。再生すると本が動きます。フィジックス本を選択してコントロールを押しながらスカートリックを選択します。コントロール J でジョイントします。編集モードに入ります。レイヤー5に移動します。物理本たちの親をペアレント本に設定します。FK 本のレイヤーを選択し、A キーで本を全選択します。ポーズモードに入り、スクリプティングのウィンドウに移動します。コピーローテーションコンストレントをつける作業の時間を短縮するため、コードを書いていました。では、コードを実行します。実行した後に全ての FK 本が物理本の動きを追跡するようになりました。レイアウトのウィンドウに戻ります。オブジェクトモードに戻ります。この物理オブジェクトの親も設定しに行きます。最後は衝突判定用の合体を作ります。体のメッシュを複製し、スラッシュキーで独立表示します。編集モードに入り、L キーで足とお尻の部分を選択し、コントロール I で選択を反転し、メッシュを削除します。オブジェクトモードに戻ります。モディファイに Decimate を追加して、Unsubdivided 2を設定して、モディファイを適用します。こうすることでメッシュの面数を減らすことができました。コリジョンを追加して、スラッシュキーで全表示画面に戻ります。アニメーションを再生すると、かなり良いモーションになりました。ちょっとだけメッシュの通過問題が残っているが、そこは FK 本で微調整することで修正することができます。これで今回のチュートリアルは完了しました。ですけど、このリクはまだ改善する用事があります。それは IK スプラインコントロールで FK 本全体を制御することです。この長い FK 本チェーンを一つずつ回転することは少しだけ非効率ですから、IK スプラインコントロールがあれば少数のコントロールで FK 本全体を制御することができます。そしてこの IK スプラインコントロールの作り方は今後のチュートリアルで紹介していきたいと思います。もし気になるようであればチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。